皆様こんにちは、セリナです。今回はディオールコスメデコルテナースアディクション新作のマットファンデーション4種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。前回はツヤ質感の新作ファンデーション6種類を比較してご紹介しましたが、今回はマット仕上がりの新作4種類の塗り心地、毛穴補正効果、色ムラカバー効果、香り、4時間後のマスク崩れを比較していきます。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのご紹介やベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する4種類のファンデーションの紫外線カット効果と使用カラーをご紹介していきます。ディオールフォーエバーフルイドスキンウェア SPF25 PA3+使用するカラーは 1.5N コスメデコルテ全ウェアステイ SPF25 PA2+使用するカラーは N22 ナーズナチュラルロングウェアファンデーション紫外線カット効果は入っていません。使用カラーは04793ライト4アディクションザ・ファンデーションコンビネートウィックス SPF18 から SPF22 PA3+使用するカラーは008ニュートラルライト。続いて4種類のファンデーションの仕上がりを比較していきます。まずは毛穴補正力について。一番毛穴補正力が高いと感じたのはアディクションです。毛穴をしっかり埋めながらも潤いもあるので、乾燥して毛穴が開く感じも気にならず、肌タイプ問わずに使いやすいマットファンデーションだなと思います。続いてディオールです。ディオールはパウダーで磨いた後のようなふんわりした補正感が特徴的です。続いて色ムラの補正力について。一番補正力が高いと感じたのはディオールです。コンシーラーいらずのカバー力で気になる部分もしっかりカバーしてくれます。反対に一番ナチュラルだと感じたのはコスメデコルテです。重ねていっても極薄で素肌の透け感が残るシアーでナチュラルな仕上がりです。では、ここからは2種類のファンデーションを半眼ずつに塗って塗り心地や仕上がり、崩れについて詳しく見ていきます。まず比較していくのはこちら。新作のマットファンデーションの中でも特に人気のディオールとコスメデコルテです。こちら側にディオールを塗っていきます。ディオールは以前の動画でリニューアル前後の違いについてもご紹介しましたが、今回のリニューアルでかなり質感が変化していました。塗りたては適度なオイル感も含んだリキッド状ですが、肌の上に乗せるとパウダリーに変化して、フェイスパウダーを塗る前でもベタつきを一切感じさせないようなスフレ質感のファンデーションです。一塗りでもこんな感じで、かなりカバー力も高いです。はい、まずはこちら側半分にディオールを塗ってみました。下地のみの方と比較をすると、このファンデーションの高いカバー力と毛穴や凹凸を感じさせないフラット肌に仕上がる感じがわかりやすいと思います。顔を動かすとこんな感じで、適度な立体感も残るセミマット肌に仕上がります。近くで見てもこんな感じで、カバー力、毛穴補正力ともにとても高いのがわかりやすいと思います。ファンデーションのみの状態ですが、フェイスパウダーで肌を磨いて毛穴をぼかした後のような仕上がりが特徴的です。では反対側にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテはリニューアル前から崩れに強いマットファンデーションとしてかなり人気だったので、今回のリニューアルもとても注目度が高いですよね。リニューアル前よりもオイル感が増して伸ばしやすくなったのと、より薄膜に仕上がる感じがします。はい、こちら側にディオール、反対側にコスメデコルテを塗ってみました。この2つはカバー力や仕上がりに結構違いを感じられました。まずディオールはコンシーラーいらずのハイカバー感でパウダーを塗った後のような
ふんわり毛穴をぼかす高い毛穴補正力。自然に立体感を残しながらも、しっかりファンデーションで補正されている感じがするセミマット肌なのに対して、コスメデコルテは重ねていっても程よい素肌の透け感が残っていて、かなり薄膜で肌にピタッと馴染むような軽やかさが特徴的です。顔を動かすと頬の高い位置に自然な光も感じられます。近くで見るとよりそれぞれのカバー感や補正力の違いがわかりやすいと思います。ディオールはコンシーラーなしでもニキビ跡や赤みもしっかりカバーしてくれて、毛穴や凹凸もふんわりぼかした仕上がり。コスメデコルテは何度かしっかり塗り重ねても素肌の透け感が残っていて、毛穴や凹凸を埋めるというよりも薄膜でピタッとした質感で毛穴や凹凸を目立たなくナチュラルにフラット肌に仕上げてくれるという違いがあります。テクスチャーもセミマット仕上がりのファンデーションとは思えないほどのオイル感があってかなり塗りやすいです。パサつく感じや重さのある仕上がりが苦手な方はコスメデコルテがおすすめ。ファンデーションの時点でベタつきをしっかり抑えたい方や高いカバー力としっかり作り込んだ肌印象に仕上げたい方はディオールがおすすめです。アップで比較するとこんな感じです。肌表面の触り心地は、ディオールはパウダーを塗る前でも全くベタつきがなく、パウダーなしでも快適に過ごせそうなくらいサラサラに仕上がっています。コスメデコルテは適度なオイルっぽさが肌表面に残っているので、保湿感も残したいという方に使いやすいと思います。香りについては、ディオールはフローラル系のフレグランスのような香りが結構強めにする印象。コスメデコルテはフローラルの中にほんのりグリーンも感じるスキンケアのような香りがついています。では、この上にスックのフェイスパウダーをブラシで軽くのせて、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての時のままのイメージを保ってくれて、かなり崩れに強いと思います。近くで見るとこんな感じで、まずディオールは塗りたての高い毛穴補正効果と色ムラ補正力をそのまま保ってくれていて、マスクの摩擦も気になることなく、小鼻の横にテカリが出てくる感じもしなくて、塗りたての時のままを保ってくれています。こちらはかなり皮脂崩れに強いタイプのファンデーションだなと思います。そしてコスメデコルテもこんな感じで、こちらは塗りたてと比較をすると若干ツヤが出てきた感じがしますが、それでもテカリっぽくなる感じはしなくて、少しだけマスクの摩擦は気になりますが、薄膜で毛穴をピタッと補正してくれる感じなどはそのまま保っています。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も皮脂っぽさは出てきていないです。ディオールは塗りたての時のサラサラ感を保っていますが、時間が経ってもひび割れしたり乾燥する感じも気にならなくて、乾燥肌の方にも比較的使いやすいマットファンデーションかなと思います。コスメデコルテは皮脂が出てくる感じはしませんが、塗りたてのオイルっぽさもある保湿力をそのまま持続してくれるので、こちらは乾燥が気になる方にも特に使いやすい印象です。高いカバー力と毛穴補正力、パウダーなしでも過ごせそうなくらいサラサラでしっかりした対策をしたい方はディオールがおすすめ。オイル感がしっかりあってテカリ対策もしたいけれど保湿力も欲しい方、薄膜でナチュラルな印象の肌に仕上げたい方はコスメデコルテがおすすめです。続いてはこちら、ナーズとアディクションです。まずはこちら側にナーズを塗っていきます。ナーズは軽くてさらりとした質感ですぐに肌にピタッと密着してくれます。重さやベタつきがあるファンデーションが苦手な方にとても使いやすいと思います。重ねていっても薄膜な感じを保ちつつ気になる部分もカバーしてくれますね。はい、まずはこちら側半分にナーズを塗ってみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感がなく自然で薄膜ですが、きちんと赤みや色ムラ、毛穴や凹凸もカバーしてくれています。顔を動かすと頬の高い位置に自然な光の反射を感じたり、内側から明るく発光するような重さのない軽やかなマット肌に仕上がるところも特徴的です。近くで見るとこんな感じです。
重ねていくとある程度の赤みや色ムラをカバーしてくれますが、素肌の透け感も残っています。中間的なカバー力でいろいろなシーンに使いやすいイメージです。毛穴や凹凸は薄膜なファンデーションで自然にふわっとぼかすようなカバー力です。では反対側にアディクションを塗っていきます。アディクションは肌の上にのせた時に適度なオイル感もあって、乾燥が気になる方にもかなり使いやすいです。伸ばしていくとこんな感じで、ツヤではないですが、内側にしっかり潤いを感じるマットに仕上がります。はい、こちら側にナーズ、反対側にアディクションを塗ってみました。この2つはセミマット仕上がりですが、ナーズは内側からほんのり発光したような自然な光の立体感がある仕上がり。アディクションは内側にしっかり潤いを閉じ込めたようなパサつかない潤い感のあるマット肌仕上がりなので、マット仕上がりなのにパサつきや重さを感じさせないところが共通しているなと思います。ただ近くで見るとこんな感じで、それぞれのカバー力や毛穴補正力に違いがあって、ナーズは重ねていっても程よい透け感が残るミディアムカバレッジなのに対して、アディクションは重ねれば重ねるほど赤みや色ムラをカバーするコンシーラーなしでも使えるハイカバー仕上がりです。毛穴補正力もアディクションはしっかりファンデーションで毛穴を埋めながらも内側に潤いを残しているので、乾燥で毛穴が開く感じも気にせずに、乾燥肌の方も皮脂が気になる肌タイプの方にもどちらにも使いやすいソフトマットファンデーションかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、ナーズはパウダーを塗る前でもサラサラに仕上がっているので、ファンデーションの時点でベタつきやテカリをしっかりオフしたいという方におすすめ。アディクションは内側にはしっかり潤いがあって、ツヤ系の保湿ファンデーションを塗っているような感覚で使えますが、表面にベタつきや重さも残らないので、こちらは肌タイプ問わずに使いやすいと思います。香りについてはどちらも原料のような香りのみなので、苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、パウダーを軽く塗って、4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まず、ナーズは塗りたての状態と比較をすると若干ツヤが出てきている感じと、マスクがよく当たる位置はファンデーションのカバー力が落ちている感じが少し気になりました。ただ、摩擦のない額はこんな感じで、塗りたての程よい透け感も残したカバー力をきれいに持続してくれているので、こちらはマスクなしで過ごすときに使いやすいファンデーションかなと思います。そして反対に塗っているアディクションはこんな感じで、こちらもしっとりした潤い感が続くからか、マスクがよく当たる位置は少しハゲが気になりますが、テカリが出てきたり質感が変わることなく、塗りたてのカバー力や毛穴補正感をそのまま保ってくれます。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じは、ナーズは塗りたてがかなりサラサラだったので、塗りたてと比較をすると若干皮脂っぽさは出てきていますが、ベタつきも気にならず過ごしやすい状態。アディクションはしっかり保湿感を抱えながらも、表面に皮脂っぽさが出てきていなくて、とても使いやすいです。サラサラで薄付きのマット仕上がりか、潤い感もあるハイカバーなマット仕上がりで、お好みに合わせて選びやすい2つかなと思います。はい、ではこんな感じで新作のマットファンデーション4種類を徹底比較していきました。今期のマットファンデーションはどれも質感がとても綺麗で、パウダーで磨いた後のようなふんわりフィルターをかけたようなマット肌に仕上がったり、自然な光の立体感や内側に潤い感を残したようなマットなど、それぞれのブランドの特徴がよく出ているなと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。